ブローズ、イングリッシュローズのパッドオースティンですね。やっぱりシュラブローズはね、枝数が多いんで、おおむね2番果で切ってます。2番果ですね。ちょうどいい枝が2番果というだけで、中には1番果で切ってるところもありますね。これなんかはね、ただ手前の方で2番果はここからですね、ちょっと背高いし、奥に枝が結構多いんで1番果で切ってます。これもね、ちょっと1番果先っちょ一目減らしてますね。それでもシュラブローズの場合は、フロリバンダ種と同じような感じで、あんまり枝数は減らさないようにしてます。中輪でたくさん花が上がってきますんでね。この細い枝からもね、結構いい花が上がったりするんですね。ただあんまりにも中の方のブラインドとか細かい枝をたくさん残しすぎると、やっぱり葉ダニが出たりとか乾きにくくなって黒点が出たりとかね、そういう弊害が出ますんで、ある程度枝数減らすんですけれども、減らしすぎないようにね気をつけます。本当に1番果の枝と2番果の枝と切るところ混在してますね。あんまり神経質に考えて切らなくても、ザクザクと適当にバランスよく空間を空けて枝を配置してやればいいので、あまりシビアに考えなくてもいいと思いますけども、ハイブリッドティーのようにスカスカにはしない方がいいですね。この枝ね、今交差してて古い方の枝をね、去年の枝をちょっと落として、枝は交差してるんですけども、今から出てくる枝はね、ちょっと逆向いて反対向いて出ていくような状態で切ってます。はい、こんな感じでパッドオースチンでしたね。はい、これはジュビリーセレブレーション。よく枝上がってますね。イングリッシュローズの中ではちょっと枝数が少なめな品種ですんで、極力ね、冬の剪定と、秋の剪定もそうやし、直下切りの時もね、枝数を減らさないように細かい枝残して剪定してますね。これはやっぱり2番果ですね。2番果の枝で切ってます。中にはもう葉っぱが残ってない状態にもなってますが、これ遅くに出た1番果2番果ですね。これも2番果の下の方で切って、1番果まで切るとね、ちょっと寂しくなるかなと思いますんで、これはね、結構シュートに近いような枝が2番果から勢いのいいのが出てるんですね。でも手前なんでちょっと低めに。これはおおむね2番果の下の方で切ってますね。これはね、シュートの2段目ですね。ちょっとややこしいんですけどね、みんな枝交差しちゃってるんでややこしいですが、これだけちょっと透かしますね。完全に交差して古い方の枝を、これを取ります。でこれはシュートの2段目なんですね。なのでシュートの2段目ね、ちょっと残して、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、これがシュートの2段目で切りました。これは花枝の2段目、2番果の花枝ですね。こ
こんな感じでやっぱりおおむね、この株も2番花とシュートの2段目、シュートもね春に出てるシュートなんで、シュートの2段目もしくは2番花の花枝の下の方っていう感じの木剪定になってますね。はい、ジュビリーセレブレーションでした。LD ブレスウェイト、ちょっとこの真ん中の枝がね枯れ込んでますね。おそらく今年の春すごい肥料濃度が高すぎる状態だったんですけども、去年までそういう状態やったんちゃうかなと思うんで、肥料濃度が高くて水上がりが悪くって去年の枝が充実してないのが多かったんですよね。でそれ充実してない、要は髄が大きいサクサクの枝はちょっとこうやっぱりこの夏ね水枯れしたっていうのもあってスッとこう枯れ込んでしまってるっていうのが現状かなと思いますね。この株もねだいたい2番花で切るんですけども、ほとんど葉っぱがなくなっちゃいますね。これはしょうがない。それでもある程度はね花いいのが上がってくると思いますよ。これは1番花の枝で、これは途中シュート、これも途中シュート、これ2番花の枝ですね。1番花のね花枝切るところがちょっとほんの少し1目2目高いかなっていう感じはしますけどね、花壇の手前なんでね、もう1目下でもよかったのかなと。はい、LD ブレスウェイトでした。ガートルド・ジェキルなんですけども、春先シュートは1本だけベーサルシュートがここ出てるんですよね。だけどガートルド・ジェキルってねすごいシュートが長く伸びるつるバラなんです。それをあえてシュートピンチして枝分かれさせて木立風に仕立ててあります。実際ガートルド・ジェキルを木立剪定するのは初めてなんで、今シーズンね初めてこのガートルド・ジェキルの木立仕立てにしてますんで、切っても作品種ではあるんだけどもシュートはねやっぱり長く伸びるんですよね。そんなところでどうなるかお楽しみという感じなんですけども、また秋のね花咲いた時の状態は動画撮ろうと思ってますが、つるバラで切っても咲くやつはねこんな感じで木立風に仕立てることもできるので、それのサンプルとしてこんな感じと思っていただいたらいいですね。結局シュラブローズもハイブリッドティーも同じような感じでシュートが長く伸びるかそんなに長く伸びないかだけでねつる仕立てにしたり木立にしたりっていうことになるんですけども、でもちょっとねなんとなく調子が悪い、もう年数がすごい経ってる感じでオンルートだけで持てるような感じの株なんですね。継ぎ口なんか全然わからない状態ですので、それもあってあんまり樹勢が強くないのかもしれないですね。むしろこういう木立風にね自立させているのはいいのかもしれないです。ガトルド・ジェキルの木立仕立てでした。これはね
然咲かなかったですね。ガートルドジェキル、全く咲かなかった感じですね。はい、つるバラなんでね、花枝というよりなんかつるがシュートの2段目がわーって伸びてるんで。はい、これはジ・アレンウィック・ローズ、通称ジアニック・ローズですね。これはイングリッシュローズには珍しく四季咲きの品種です。普通の、フロリバンダーと同じような剪定でいけますね。これもだいたい2番花の花枝で切るのがちょうどいい感じですね。あまり1番花まで切り戻すとちょっと寂しくなっちゃいますんで、これもシュート、レーサルシュートもよく出る品種ですね。シュートも2段目で切りますね。シュートの枝はね、芽がすごい寝ててぺったんこでね、本当に芽上がってくるかなっていうちょっと心細い感じはしますけども、大体上がってきますね。めちゃめちゃ枝数多いですね。この多い枝をね、ハイブリッドティーの剪定のようにすっきりさっぱり太い枝だけにしないように、ある程度細い枝もね、もう本当に細くてね、ブラインドで内側に出てる懐枝は、こんなような枝はね、こんなんは取ってしまってもいいんですけども、極力枝数はあまり減らさないようにしますね。ところどころ下の方の葉っぱは黄色くなって、これは病気じゃなくて水枯れで黄色くなっちゃった葉っぱなんですけれども、効きになってるのは取っといたらいいですけども、できるだけね葉っぱ残しておいた方が光合成がその分量が稼げますから、汚いからって言ってね、あんまり無理に取らん方がいいですね。結構ねわしゃわしゃっていっぱい葉っぱ残ってますけど、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。ジ・アレンウィック・ローズでした。